はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有しています。今の時代に必要な設計者としての考え方や実務に使えるネタをお話ししています。今日はボランティアを続けるのは起業するのと同じぐらい難易度高いよねというちょっとテーマでお話しします。僕が今現在進行形で活動していることから学んだことを共有します。結論から言っちゃうと、ボランティアをするのと起業するのって事業計画立てたり計画的に行わないと全然うまくいかないなというのが、今日の結論なんですが、今までですね、飲食店デザイン研究所だったりコンテナイズム、房総イズムなどなど、顧客に合わせた空間デザインのブランドをちょっと立ち上げてきたんですけれども、これらのブランドって大成功とまで言ってませんが、死なない程度は稼げるようにはなってきてるよねっていうぐらいなんですよ。でそれでもですね、ものすごいたくさんのブランドをこれ企画ですよね。ブランドっていうぐらいのものじゃなくって企画をですね立ち上げて、調整してほとんどが、失敗してるんですよね。しかも今存続しているものも、最初からうまくいっているブランドってなくてですね、企画を考えて試してみて、結果を検証して仮説を立てて、それでまたやってみるという繰り返しなんですよね。でそれでだいたい成り立つまでが5年から7年ぐらいかかってましてね、時間もお金も費やすコストがね少ない、要はプロジェクト案件を結構やっていたので、そこに費やす時間とかお金もかけてなかったから遅いのか、やり方がいけなかったのか、まだまだ課題とか、たくさんあるんですよね。で起業してみて、学んだのは、何度やってもね、起業して成り立つまでのレベルに持っていくまで大変なのは変わんなくてですね、熟練したらだんだん上手くなってくるかと思いきや、そうでもなくてですね、それでも僕のところに独立を目指すデザイナーさんだったり、学生インターンの面談っていうのは常に相談とかがあってですね、独立して集客に困っていたり、将来独立したいという人が多いんですけどね、頑張っている人はもちろん応援したいんですけれども、大変さもちゃんと伝えないといけないよなってひしひしと感じている今日この頃なんです。で今日のテーマである起業も起業ですよ。起業、立ち上げるっていう話もボランティアも難易度高いよねというテーマなので、ボランティアもね、起業と同じぐらい考え抜いて繰り返し検証しないとね、成り立たないものなんだなっていうのを学び中なんですよ。でそれもですね、奄美大島で海岸清掃をね、ボランティアですよね、やっているんですけど、大変なんですよ。で何大変なのっていうとですね、ざっと挙げるとですね、人を集めるのがまず難しいっていうのももちろんありますし、清掃する人を、目的としては、東京とか首都圏の人が奄美大島に誘致して、地元の集落の人も誘致して一緒にコミュニケーションを取りながらゴミ拾いとかするのっていいよねっていうのが事の発端なんですけれども、そもそも両方とも集落の人も東京の人も人を集めるのが難しいっていうのがまずありまして、でさらにはですね、その続けるための予算の捻出ができないということもあるんですよ。運営側の協力者を見つけるのも難しいんですけれども、その方に参加していただいたり、する費用とかですね、参加者を集めるためにはウェブサイトを作ったりとか SNS や Google 広告など広告を打ったりとかですね、無料宿泊のキャンペーンでですね、予防としてもですね、
無料で泊まりたい人とボランティアをしたい人のターゲット層が、ね、ちょっと若干異なって結構異なってまして、それも後で気づいたんですが、それも大変でしたし、集落のね住民に呼びかけるにしても誰に呼びかけていったらいいかわからないんで、協力者、今回区長さんに協力していただいたり、毎月行く僕もそうですし、協力者の人件費も交通費も宿泊費もどっかで負担しなきゃいけないわけじゃないですか。これも捻出するのも大変だしと、こういうのって起業する時の事業計画に必要な知識、ことばかりだなとちょっと気づいたんですよね。でボランティアの方がむしろね慣れてない分、設計じゃない分難易度がめちゃくちゃ高く感じたんですよね。今ねちょうどもうすぐ半年ぐらい続けてみて思ったのは、集落のね人たちからもちろん感謝はどんどんされているんですが、当たり前の日常にね変化していきそうだなっていう兆しもあるわけですよ。となると運営側も日常的にできる仕組みみたいなものが必要になるんだなと。でそしてねボランティアをすることに対する対価とか維持コストとかもちゃんと設計しておかないといけないなって思ってるわけですよ。今日はねボランティアを続けるためにはね、起業するのと同じぐらいね難易度高いよねというテーマでお話ししてきましたが、ボランティアって日本では無償奉仕的なね、奄美でもそうなんですよね。本にも書いてありましたから、古い本に無償の労働みたいな形で考え方ね、無償奉仕的な考え方強いんですよ日本で。今回やってみて事業として真剣に取り込まないと挫折して続けられなくなっちゃうなと。で結局それってやってみたはいいけど途中で頓挫するみたいなのって結構悲しいっすよね。現地の人も困っちゃいますしね。でさらに難しいのはボランティアでお金とか対価を求めようとすると、別に必要以上の利益を求めてるわけじゃなくて、運営費にお金が必要なんですよっていうことを言ったらですね、集落の人たちからね、やっぱり東京の人は利益主義だよねみたいなと嫌がられちゃうんですよね。でこの意識も改革するのもなかなか難しいなと感じているところなんですよ。でこの辺が今日の学びのポイントなんですよ。これ共有しておきたいなと思って、この今の状況を。で皆さんもね起業するにしてもボランティアに参加はいいんですけど、ボランティアを発足するにしても事業計画を立ててないと結構失敗しちゃうので気をつけてみてください。最後にちょっとだけお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修した建築知識2月号、小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されています。お知らせ自体忘れちゃっていました。ダメですよね。インテリアデザイナーを目指すのであれば他の本とね違ってね、めちゃくちゃ実践的なんですよ。飲食店に関してだけですけどね。ぜひ買ってみて、学んでみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では非公開の LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て、仕事につなげようという感じでやってみています。設計者として自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値ありです。まずは無料の公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。